こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャットなどをまとめて見ていきたいと思います。ビットコインの価格は現在104,600ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、ECB 政策金利、ユーロ、米実質 GDP、他米各指標などがありました。市場では、日々の日銀副総裁の発言や月末の警戒からかはですね、円高リスクオフ傾向となってまして、米ドル安、ゴールド高の印象が強いです。ただ、米株各指数とビットコインも微上昇となってまして、ビットコインは一時10万6000ドル台突破となってます。個別株の方では、テスラが新たな会計ルールに基づいて、ビットコイン保有分で6億ドルの利益を報告したのが話題になってます。以前の会計ルールでは、ビットコインの価格が上がっても利益計上できなかったんですけども、新たな会計ルールでは、現在の市場価格で計上できるようになったんで、今回そのルールの下で利益報告となってます。テスラの価格はプラス 2.87% となってますね。あと他ではサイファーマイニングが急騰してます。ソフトバンクが5000万ドル分の株式を購入すると発表してからの急騰となってますね。サイファーマイニングはアフターマーケットでプラス 19% となってますね。あと昨日の米国のビットコイン ETF のフローは現時点では全体でプラス 2.6 億ドルの流入となってます。香港はお休みとなってます。あと他現物オンチェーン関連ではノルウェー銀行が運営している NBIM のビットコインの間接的保有量が 3821BTC となったのが注目されています。で、この間接的保有というのはですね、この NBIM がマイニング企業とかコインベースなどのビットコインを保有している企業の株を保有してるんで、各企業のビットコイン保有量と NBIM が保有している株分で算出すると 3821BTC ほどになっているという見解ですね。あとオンチェーンの方ではテザーがビットコインのライトニングネットワーク上に1400億ドル相当の USDT を展開したのが話題になっています。ここからまたビットコインチェーン内部の活動が盛り上がるのか注目ですね。あとデリバティブ関連では CME がビットコインフライデーフューチャーズ BFF の提供を発表しています。ビットコインの50分の1の価格で提供されるとのことで、手頃な価格での提供からより幅広い層に利用されることが期待されています。ビットコインの先物の方では OI は全体でプラス 0.29%、額としては641億ドル相当、比率としては全体ではショートが 52.0%、バイナス意味はショートが 53.5% と下寄りになっています。他各所の見解ではですね、ビットコインはラッセル2000指数と相関が高くなっているという見解や、米政府の動きからビットコインは今後2ヶ月で13万ドルに到達するという見解、あとは現在のトランプ政権の期待がピークで崩壊は避けられないんじゃないかというですね、JP モルガン、スタンダードチャータード銀行、エリオットマネジメントらの見解が注目されています。今後の指標としては本日1月31日に米雇用コスト指数第4四半期、米 PC でプレーター、2月3日に中国、インド、米 PMI1 月の確報値、2月4日に米 ISM 製造業景気指数などが控えております。そしてオンレンチャン企画ですね、昨日の私の予想ではまだ米指標ラッシュが続いているもののですね、先日のパウエル議長の発言と旧正月アノマリーで楽観的な空気が続くと見て、1月31日 AM6 時点のビットコインは昨日の103,836ドルよりも上という予想でした。結果としては月末から円ゴールド高のリスクオフの雰囲気が強まっているもののですね、米株各指数ビットコインは若干上昇してまして、その後平常直前に調整に入ってるんですけども、判定時刻の1月31日 AM6 時点のビットコインは 104,907 ドルということで、昨日の 103,836 ドルよりも上なんだあたりです。はい、続いて明日の予想ですね。市場ではデリバティブ関連の期限切れ、月足確定が注目されていると思います。あとは米指標なども残ってるんで、今回は下にしようかなと思います。なので2月1日 AM6 時点のビットコインは現在の 104,604 ドルよりも下、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半から米各指標が控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格が現在3260ドル、BTC 建ては 0.0312 と、先物の方では OI は全体でプラス 4.2%、額としては310億ドル相当、比率として全体ではロングが 50.3%、バイナスミはロングが 78.5% と上入りになっています。昨日の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.12 億ドルの流出、香港は休みとなってますね。イーサ関連の話題ではイーサコミュニティ内でイーサファンデーションの次期リーダーを推薦する非公式投票が行われてまして、99.98% がダニー・ライアン氏を指名したことが話題になってますね。BTC 建ては
昨日ついに 0.030 終わりましたけども、現在また 0.031 まで戻ってます。OI は増加してますけども、抵抗はまだ抜けきれてない状態です。ここを割るかどうかが注目されてますが、ここで耐えられるのか注目ですね。あとその他の動向では、各国のビットコイン準備金に対する動きがそれぞれ出てまして、まず ECB のラガルド総裁が EU 中央銀行はビットコインの準備金に組み入れないと発言したことが話題になってます。ラガルド総裁はですね、理事会、そしておそらく総理事会でも準備金は流動性があり安全で、マネーロンダリングやその他の犯罪行為に疑いに悩まされるべきではないという見解があると。その結果、ビットコインが総理事会の中央銀行の準備金に加わることはないだろうと確信していると語っています。市場では米国の準備金採用が期待されてますけども、欧州方面ではやはり難しいと見られてますね。あと他ではチェコの中央銀行がビットコインを含めた他の資産を準備金に組み入れることを検討する提案を承認しています。昨日チェコ中央銀行のミヒル総裁がですね、準備金の最大 5% をビットコインに割り当てる提案を提出予定であると発言した件を取り上げましたけど、今回検討する案が承認となっています。あとはエルサルバドルがビットコイン法を改定する法案を可決しています。これも先日ですね、そのエルサルバドルが IMF から出資を受けるために IMF から要求されているビットコイン法の緩和を実行する方向で動いているというのを取り上げましたけど、今回その法案が可決されてまして、国内の企業のビットコイン受け入れが義務から任意に変更されると見られています。ビットコイン関連の動きが各国で多くなってますね。あと他ではクラーケンが約2年ぶりに米国内でのステーキング事業を再開しています。SEC の告発からステーキングサービスを停止してたんですけども、今回再開となってます。あとはパンプファンが集団訴訟を起こされてます。これも以前取り上げましたけども、パンプファンがミームコインの手数料で約5億ドル稼いでるのに対して発行されたミームを購入した人たちが損失を被っていると。で、今回その被害者が集まってパンプファンを証券法違反で訴えた展開となってます。前政権であれば規制対象になってそうですけども、トランプ政権下でどのような判決が下るのか注目ですね。あとは SBF の両親がトランプ大統領に SBF に恩赦を与えるよう求めているという報道が出てます。先日シルクロード創設者ロスが恩赦から釈放されてですね、SBF も恩赦の可能性があると見られていると取り上げましたけど、結局こういう展開になってます。 SBF が釈放されるのか注目ですね。あとアルト関連ではグレースケールが XRP トラストを ETF に転換する 90B ポップフォームを申請しています。あとはリップルの CEO ガーリングハウス氏がXRP レージャー上の DEX の月次取引量が4億ドルを記録したと発言してですね、XRP レジャーの成長をアピールしたことなどが話題になってますね。あとはコインベースデリバティブズが CFTC にソラナとヘデラの先物取引の上場申請をしたこと、あとはアバランチがアバランチ9000アップグレード後ですね、取引件数が 38% 増加しているのに対して取引手数料は約 75% 減少していることなどが話題になっています。この中ではアバックスが若干強くなってますね。アバックスの価格は 34.5 ドル、BTC 建てはプラス 3.3%、時価総額は13位ですね。週足がそこ近くなってますけども、こちらも再度上迎えるのか注目ですね。あと他ではトランプ一家の公式ミーム、トランプ、メラニアがそれぞれ決済で採用されてます。トランプは旅行予約プラットフォームトラバラでの支払いに採用されてまして、メラニアもトランプ系ブランドを扱う店舗で決済に採用されているとされてます。トランプはあれ以降ですね、26ドルで推移となってます。時価総額は35位ですね。比較的弱くなってますけども、ファンダでまた吹くのか注目ですね。あとはプッチペンギーズの L2 アブストラクトがあまりいいスタートを切ってないと。ある程度インセンティブを用意しているのにもかかわらず TBL は 8M ほどとなってます。比較的資金が集まってないと見られてますね。チェーンが出過ぎてて、何か特徴がない限り資金が集中しづらくなってますね。少し前にプッチペンギーズのエアドロは結構話題になってましたけど、ここから盛り返せるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では ZKP 生成のユレディシブルが2400万ドル調達、ビットコイン DeFi ベル2開発のエラストズが2000万ドル調達を発表しています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。